1996年5月、ベルギーのアントワープで、ある女性が夜の闇に消えた。2026年、捜査官が古びたファイルを開く。そこには、30年間誰も触れなかった証拠が眠っていた。携帯電話の基地局記録、目撃者の証言、そして、謎の車両の影、画面に映し出されたデータを見た瞬間、捜査官の手が止まった。なぜ、これを見落としたんだ。誰もがそうつぶやいた。時計の針を30年前に戻す。1996年5月、ベルギー、アントワープ、22歳の女子大生マルグレーテは、深夜のバス停から姿を消した。友人と別れた直後のことだった。翌朝、彼女の部屋には荷物がそのまま残っていた。財布も、パスポートも、しかし警察は、自発的な出国、という結論を出した。証拠を精査することなく、目撃者を丁寧に聴取することなく、ただ、そう断定した。家族は訴え続けた。娘は逃げるような子ではない。と。だが、捜査は動かなかった。1年が過ぎ、10年が過ぎ、20年が過ぎた。そして2026年、事態は突然動き出す。アイスランドで、よく似た手口の未解決事件が再調査されていた。その捜査チームがある共通点に気づき、ベルギー当局に連絡を入れた。30年前には存在しなかったデジタル、フォレンジック技術が、当時の携帯電話基地局データを解析することを可能にしていた。記録は残っていた。消えた夜、マルグレーテのスマートフォンが最後に接続した基地局の位置、そして同じ時刻、同じエリアで繰り返しログを残していた。別の端末の存在、それは、近隣に住む人物のものだった。捜査官たちは息を飲んだ。答えは、ずっとそこにあったのだ。誰も見ようとしなかっただけで。では、マルグレーテとはどんな人物だったのか。彼女は失踪のその日、どんな一日を過ごしていたのか。次は、30年前の彼女の日常に迫る。1996年のベルギー、アントワープの街は、春の終わりを迎えていた。マルグレーテ・ファンデルベルフは、22歳だった。大学では文学を専攻し、特に19世紀のフランス小説に強い関心を持っていた。友人たちの間では、いつも本を抱えて歩いている女性として知られていた。彼女の日常は、穏やかなものだった。朝は決まって7時に起きた。コーヒーを一杯飲んでから、窓の外を眺める。それが彼女の習慣だったと、当時のルームメイトは語っている。アントワープの街並みを見渡しながら、その日の授業の予習をする。小さな、でも確かな、毎朝の儀式だった。失踪の前日、マルグレーテは普段と変わらない一日を過ごしていた。午前中は大学の図書館で論文の資料を集め、午後には友人と学食で昼食をとった。笑っていたと、その友人は証言している。悩みがある様子もなく、翌週の予定について楽しそうに話していたと。夕方には一度アパートに戻った。荷物を置いて、少し休んでから、また外へ出た。その行動は、当初、自発的な失踪の根拠として使われた。しかし、30年後の再捜査では、全く異なる解釈が生まれることになる。彼女が着ていたのは、薄い水色のジャケットだった。肌寒い夜には少し頼りない服装だったと、後に近隣住民が証言した。マルグレーテには、特定の帰宅時間があった。夜遅くなる日でも、必ず友人か家族に一言連絡を入れていた。それが彼女の流儀だった。几帳面で、周囲への気遣いを忘れない人物として、誰もが口を揃えて語る。その夜、彼女からの連絡はなかった。携帯電話がまだ普及し始めた時代、通信記録はあったが、誰も精査しようとしなかった。目撃者の証言も、断片のまま放置された。捜査は早々に打ち切られ、ファイルは棚の奥へしまわれた。しかし、記録は消えていなかった。時代が変わり、技術が変わり、2026年になってようやく、その記録たちは語り始める。マルグレーテが最後に外へ出た。あの夜に、何が起きたのか。1996年5月、ベルギー北部の都市アントワープ、春とは思えない冷たい夜だった。マルグレーテはいつもと変わらない様子で家を出た。22歳の大学生、真面目で、友人も多く、誰もが彼女のことを、しっかりした子、と口を揃えていった。その夜も、彼女は授業の帰りだった。夜間のバス停で、彼女の姿が最後に確認されたのは午後10時過ぎのことだ。
街灯の薄明かりの下に立つ彼女を、近くの商店の従業員が目撃していた。一人でいた。少し落ち着かない様子に見えた。後に語られた。その言葉だ。しかし、その夜、彼女は帰宅しなかった。翌朝、母親が警察に通報した。娘が戻ってこない。携帯にもつながらない。当時の捜査員たちは動いた。しかし、その動きは鈍かった。現場周辺の聞き込みは行われたものの、証言の多くは、断片的だ、という理由で記録の隅に追いやられた。バス停から200メートルほど離れた路地で、不審な車両を見たという住民の証言があった。色は暗く、ナンバープレートは読み取れなかった。ただ、しばらくと回っていた、とだけ記されていた。当時の捜査記録には、その車両に対するそれ以上の追跡は存在しない。そして、携帯電話の基地局記録。1996年当時、携帯電話はまだ普及し始めたばかりだった。通信記録そのものは存在していた。しかし、当時の捜査員にとって、その記録をどう読み解けばよいか、明確な手法がなかった。データは保存されたまま、解析されることなく残り続けた。捜査はおよそ3ヶ月で事実上の終結を迎えた。警察が下した結論は、自発的な国外退去、だった。マルグレーテは自ら消えた、というものだ。家族は信じなかった。娘が何も言わずに消えるはずがない。母親は何度も当局に訴えた。しかし、ファイルは閉じられ、棚の奥に収められた。30年という時間が、静かに積み重なっていった。しかし、記録は消えていなかった。目撃者の言葉も、通信の痕跡も、路地にと回っていた車の影も、すべてがそのまま残っていた。そして2026年、ある捜査チームが動き始める。2026年の春、ベルギー連邦警察の特別捜査班が、1枚の古いファイルを引き出した。ファイルには、1996年5月の日付が記されていた。捜査班のリーダー、ヤン・デクレルクは言った。このケースを、もう一度最初から見直す。と、きっかけは、アイスランドからの連絡だった。アイスランド当局が再調査していた未解決失踪事件に、ある共通点が浮かび上がっていた。夜間のバス停、若い女性、そして、目撃された不審な車両。デクレルクのチームは、すぐに動いた。まず着手したのは、当時の携帯電話の基地局記録だった。1996年当時、その記録は捜査に使われることなく、通信会社のサーバーに眠ったままになっていた。デジタル、フォレンジックの技術が存在しなかった時代だ。しかし今は違う。30年前のデータであっても、現代の解析技術をかければ、端末の位置をある程度特定できる。チームは記録を取り寄せた。マルフレーテが最後に確認されたバス停付近で、その夜に通信を言っていた複数の端末が浮かび上がった。その中の一つが、繰り返しその場所に滞在していた。同じ時間帯に、何度も、同じ地点へ。それは偶然ではなかった。さらに、当時の目撃者証言が再度精査された。30年前、一人の男性が、暗い色のセダンが路地にと回っていた、と証言していた。しかし当時の警察は、その証言を記録しただけで終わらせていた。今回、チームはその男性を探した。すでに70代になっていたが、記憶は鮮明だった。あの車のナンバーの一部を覚えている。と彼は言った。ずっと誰かに話したかった。でも、誰も聞きに来なかった。その言葉が、捜査班の全員に重くのしかかった。30年間、彼は待っていたのだ。基地局の記録と、目撃者が記憶していた部分的なナンバー、二つの糸が、一人の人物へと向かって収束し始めた。アントワープ郊外に住む、当時40代の男、1996年の時点で、マルフレーテの失踪現場から数キロのところに暮らしていた。捜査班は、彼の名前を手帳に記した。まだ容疑者ではない。しかし、確認が必要な人物だ。彼には、あの夜のアリバイがあるのだろうか。彼の名前は、捜査記録のどこにも出てこなかった。30年間、誰も彼に目を向けなかった。しかし今、2026年の春、ベルギーの捜査班は静かに動き始めていた。アントワープ郊外の古い住宅地。当時、マルフレーテが消えたバス停から、車でわずか数分の距離にある場所だ。1996年5月、その夜、基地局の記録は、
彼の携帯電話がその地域に存在していたことを示していた。目撃者が記憶していた車のナンバー、その断片的な数字も彼の車と一致する可能性があった。捜査員たちは慎重に、しかし確実に彼のアリバイを確認しようとした。まず、当時の職場の記録が紹介された1996年5月、当日の勤務記録。しかし、その会社はすでに存在しない。書類は散逸し、担当者も個人となっていた。次に、家族への聞き取りが行われた。彼には当時、妻がいた。妻は老齢となっていたが、記憶は比較的鮮明だった。あの夜、主人は遅くに帰ってきました。どこへ行っていたかは、聞きませんでした。その一言が、捜査班の空気を変えた。アリバイが、ない。少なくとも、第三者によって証明できるアリバイが、存在しなかった。本人への事情聴取が決定された。2026年4月、初めて彼は捜査員と向き合った。70代になった男は、落ち着いた表情で話した。あの夜のことは、覚えていません。30年も前のことです。しかし捜査員は引き下がらなかった。基地局のデータを示した。車のナンバーの断片を示した。男の表情が、わずかに揺れた。沈黙が、部屋を満たした。公式な容疑者の指定には、まだ至っていない。しかし捜査班の内部では、この男を中心に証拠の再検証が始まっていた。30年間、誰も問わなかった問い。あの夜、あなたはどこにいたのか。その問いが、今ようやく、声に出された。そして彼の答えは、あまりにも曖昧だった。アリバイという壁が崩れ始めた時、次に現れるのは何か。捜査班が次に掘り起こしたものが、事件の核心に亀裂を入れることになる。亀裂は、静かに広がっていた。捜査班が次に掘り起こしたのは、目撃者たちの証言だった。30年前、夜間バス停留所の近くにいたと名乗り出た人物が、複数いた。しかし当時の警察は、そのほとんどを正式な記録として残していなかった。メモ用紙に走り書きされたもの、署名のない陳述書、日付すら曖昧なもの、それが、当時の捜査の実態だった。2026年、再調査チームはその断片的な記録を一つ一つ照合していった。そこで気づいた。ある目撃者が、当初の証言と異なることを語っていたことに、バス停の近くで、若い女性が男と話しているのを見た。そう言っていた人物が、後の聴取では、何も見ていないと答えていた。なぜ証言が変わったのか、捜査班はその人物に、改めて接触を試みた。30年という時間は、人の記憶を曖昧にする。しかし同時に、隠してきた事実を、ある日突然、重荷に感じさせることもある。接触の結果は、予想外だった。その目撃者は、高齢になっていた。しかし記憶は、驚くほど鮮明だった。彼女は言った。当時、警察に話すのが怖かった。と、理由は、単純だった。彼女が見た男が、地域でよく知られた人物だったからだ。顔を知っていた。名前も知っていた。だから、言えなかった。その証言が記録された瞬間、捜査班の空気が変わった。携帯電話基地局の記録と、この新たな証言が、同じ方向を指し示していた。偶然ではない。捜査班はそう確信した。しかしまだ、確信には届いていなかった。一人の男への疑惑は深まっていた。だが事件には、もう一つの影があった。あの夜、現場付近に存在した、もう一人の人物、基地局データが拾った。二つ目の端末の記録、それが示す人物は、誰なのか、捜査班が次に向かった先に、第二の容疑者の輪郭が、ゆっくりと浮かび上がろうとしていた。二つ目の影、捜査班がその存在に気づいたのは、基地局データの再分析が完了した直後のことだった。最初の容疑者の端末記録を追う中で、もう一つの電波信号が浮かび上がってきた。同じ時刻帯、同じエリア。しかし、明らかに別の端末だった。偶然の一致とは思えなかった。その信号の主を特定するまでに、捜査班は3週間を費やした。1996年当時の通信記録は断片的にしか残っていない。デジタルの痕跡は、時間とともに風化していた。しかし、わずかに残ったデータが、一人の男を指し示した。男の名は、記録の中に静かに眠っていた。当時、アントワープ近郊に住んでいた30代の男性。事件当夜、バス停から200メートルも離れていない場所に、
彼の端末の電波が記録されていた。なぜそこにいたのか、捜査班はまず、男の背景を洗い直した。驚くべきことが判明した。男は、被害者であるマルグレーテと、無関係ではなかった。二人は同じ大学に在籍していた時期があった。直接の面識があったかどうかは、当初は不明だった。しかし、マルグレーテの給油への聞き取りが進むうちに、ある証言が飛び出した。あの男なら、知ってる。マルグレーテが怖がっていた人よ。その一言が、捜査室の空気を変えた。目撃者の記憶は、30年という歳月にうずもれていた。しかし、恐怖の記憶は消えない。証言者はゆっくりと、しかし確かな言葉で語り続けた。マルグレーテは失踪の数週間前、見知らぬ男につきまとわれていると、友人に打ち明けていたという。その男の特徴が、第二の容疑者と一致した。偶然か、それとも、必然か、捜査班の視線は、鋭く絞り込まれていった。第一の容疑者への疑惑、そして第二の容疑者とのつながり、二つの影は、それぞれ孤立した存在ではないかもしれなかった。もしかすると、この二人は互いを知っていたのではないか。その仮説が浮上した瞬間、捜査班は新たな扉の前に立っていた。30年間、閉ざされていた扉。それが今、ゆっくりと開こうとしていた。真実は、すぐそこまで迫っていた。30年間、その名前は誰の口にも上らなかった。しかし今、捜査班の手には、確かな証拠が握られていた。携帯電話基地局の記録。それは、当時の技術では読み解けなかった沈黙の証人だった。デジタル、フォレンジックの専門家が、古いデータを現代の解析技術にかけた瞬間、一つの信号が浮かび上がった。1996年5月、深夜のアントワープ、バス停から半径300メートル以内に、特定の端末が長時間停止していた記録。それは、偶然ではなかった。その端末の所有者は、第一の容疑者と同じ地区に住む男だった。名前は、捜査資料にすでに一度登場していた。30年前、目撃者の証言に出てきた、謎の車の男、と一致する人物。しかし当時の警察は、その証言を、信憑性が低い、として切り捨てていた。なぜか、捜査班は、古い内部記録を掘り返した。そこには、驚くべき事実が記されていた。当時の担当刑事が、その目撃者と個人的な知り合いだったという記述。そして、証言が記録される前に、一度、修正が加えられた形跡。修正された内容は、車のナンバープレートの末尾2桁だった。たった2桁。しかしその2桁が、容疑者を特定する鍵だった。復元されたオリジナルの証言と、基地局データが重なった。第一の容疑者と第二の容疑者は、やはり無関係ではなかった。二人は同じ職場に、かつて在籍していた。接点は、一つではなかった。同じ場、同じ曜日、そして、同じ夜、捜査班の沈黙が、部屋を包んだ。誰もが、同じことを感じていた。これは、組織的な関与の可能性だ。マルフレーテは、偶然に狙われたのではないかもしれない。彼女は、何かを知っていたのか、あるいは、何かを見てしまったのか。30年前に封印された真実が、今まさに輪郭を表しつつあった。捜査班のリーダーが、静かに口を開いた。令状を請求する。今夜中に、その言葉が、長い沈黙を破った。真実の扉は、もう完全に開いていた。あとは、その先へ踏み込むだけだった。次回、すべての答えが明かされる。令状は、その夜のうちに請求された。捜査班のリーダーは、書類にサインをしながら、一つだけつぶやいた。30年、待たせすぎた。と、翌朝、捜査員たちは対象者の自宅へ向かった。アントワープ郊外の静かな住宅地。白い壁の家。手入れされたには、何も変わらない。普通の朝だった。ドアが開いた瞬間、男は抵抗しなかった。ただ、深くため息をついた。その表情には、怒りも驚きもなかった。まるで、この日が来ることを、ずっと待っていたかのように。取り調べ室での尋問は、6時間に及んだ。男は最初、すべてを否定した。しかし、携帯電話の基地局記録を突きつけられた瞬間、言葉が止まった。30年前のその夜、彼の端末はバス停のわずか80メートル先に存在していた。その事実は、もはや消せなかった。そして、目撃者の証言、男の車の特徴、
ナンバープレートの一部。当時の警察が無関係と判断した情報が今は明確な輪郭を持って並んでいた。2026年5月、ベルギー連邦検察は正式に起訴を発表した。マルフレーテが姿を消してからちょうど30年が経過していた。しかし、完全な解決ではなかった。男は動機について最後まで口を割らなかった。なぜ彼女だったのか、何が彼を動かしたのか、その答えは今も闇の中にある。そしてもう一つの疑問が残った。当時の警察は本当に見落としただけなのか。基地局の記録は当時の技術では解析が難しかった。それは事実だ。だが目撃者の証言は違う。複数の人間が情報を提供していた。なぜそれが封印されたのか。捜査班はその点についての内部調査も進めると発表した。真実は扉を開けた。しかしその先の廊下はまだ続いていた。マルフレーテの両親はすでに他界している。彼女の帰りを生きて待つことは叶わなかった。それだけはどんな技術もどんな正義も取り戻すことができない。次回、この事件が残した問いとそれでも真実を追い続けた人々の記録を伝える。マルフレーテが消えた夜から30年が経った。アントワープの夜間バス停は今も同じ場所に立っている。時間は流れ、街は変わった。しかし彼女の記憶だけはそこに止まったままだった。2026年、捜査が再開された時点で当時の関係者たちはそれぞれの人生を歩んでいた。現場近くに住んでいた男性はすでに別の町へ移っていた。事件当夜、謎の車両を目撃したと証言した女性は長年にわたって誰にも信じてもらえなかったと語った。彼女は30年間ずっと待っていたのだ。誰かがもう一度聞きに来てくれる日を。携帯電話の基地局記録は当時の捜査が見落としたものではなかった。記録は存在していた。しかしそれは報告書の中にうずもれたまま誰にも開かれることなく保管庫の奥に眠り続けていた。なぜ封印されたのか、誰がそれを止めたのか。内部調査はまだ続いている。マルフレーテの両親はもうこの世にいない。娘の帰りを生きて知ることは叶わなかった。それだけはどんな技術もどんな時代の正義も取り戻すことができない。それでも真実を追い続けた人々がいた。諦めなかった目撃者がいた。30年越しに記録を掘り起こした捜査官がいた。正義は遅れることがある。しかし消えることはない。マルフレーテの物語はまだ終わっていない。扉は開いた。廊下の先に光が見え始めている。